じゃあここ大丈夫？大丈夫。あ、どうぞ。なみちゃん、今日ね、ちょっと手紙を書いてきたんです。ちょっと長いんよ、これ。読むことないけんね。読むことない。はい。読んでいい？いい？いいよ。じゃあ、いきますよ。はい。はい。はい。お母さんへ、毎年5月の誕生日が近づくと、プレゼントと一緒に手紙を渡していますが、今回のように目の前で思いを伝えるのは初めてなので少し緊張しています。約2年前に自分が、ゲイであることを初めてカミングアウトした時のことは今でも鮮明に覚えています。お母さんならきっと受け入れてくれるという安心感の一方で、もし拒絶されたらという不安も拭えず、実は内心とても緊張していました。だからこそお母さんから今流行りのと驚く様子もなく、あまりにさらっとした返答が返ってきた時は、拍子抜けして逆に大丈夫と聞き返してしまったのを昨日のことのように思い出します。あの後にもらった LINE には、正直少し驚きましたと書いてありました。その場では動揺を抑え優しく受け入れてくれたお母さんの配慮に、心から感謝しています。本当にありがとう。そして何より、あんたが一人じゃないと分かって安心したと言ってくれた言葉がどれだけ自分のことを思って投げかけてくれた言葉か、母の優しさ、強さを感じ、そしてとても心の救いになりました。振り返ると、幼い頃から、お母さんの優しさに助けてばかりでした。喘息で苦しむ自分を、夜通し一生懸命に、看病してくれましたね。今のような吸入薬がなかったから、いろいろな民間療法を、試したり、隣町の先生にすがるような思いで頼んでくれたり、あの時のお母さんの必死な姿から深い愛情を感じていました。決して裕福とは言えない経済状況の中、ダブルワークで朝から晩まで働き、帰宅が23時を過ぎることもありましたね。本当はお母さんに会いたくて、寂しくてたまらなかったことも今では大切な思い出です。小学校高学年の頃、お父さんとの関係を決定づける出来事がありました。あの日も仕事で、不在だったお母さんに代わり父と姉2人と食卓を囲んでいましたが、些細なことから父の逆鱗に触れ、頬をぶたれた自分は家を飛び出しました。子供が行ける場所なんて限られていてすぐに帰るしかできなかったけど、あの事件以来父と、一切口を聞かなくなりました。学校でも自分の振る舞いや女の子と一緒にいることが多いことでおかまと、からかわれることがありました。その言葉がどれほど差別的で、どれだけ心をえぐるものか、自分でも男の人が好きだと、自覚し始めていた時期だったからこそ、人には言えないいけないことをしているのだと自分を責める時もありました。女の子と付き合えば普通の恋愛ができるのかもしれないと思い交際したこともありましたが、どうしても拭えない違和感にモヤモヤするばかりでした。誰にも相談できず、全てを自分の中に押し殺して消化しようとした結果、自分に嘘をつき続けて一番近い存在であるお母さんに対しても心を閉ざすようになってしまい、会話も少なくなったように思います。素直になれないまま、大学進学も卒業後に関東で就職することも相談なしに全て事後報告で決めてしまいました。あんなに自分勝手に振る舞ったくせに、いざ関東へ出るとすぐにホームシックになり、泣きながら広島に帰りたいと電話した自分に、お母さんは早く帰ってきなさい、いつでも帰ってきていいけんねって言ってくれました。その言葉が支えとなり、辛い時は前を向いて頑張ってこられました。幼い頃から大切に育て、自分のことを思ってくれたお母さんに対して自分勝手なわがままばかり突き通し、そんな身勝手な行動を今では深く反省しています。本当にごめんなさい。カミングアウトをすることが必ずしも正解ではないのかもしれないけど、
自分はどうしてもお母さんに本当の自分を知ってほしかった。本当の自分を隠し通すことだけは避けたかったから2年前に伝えることができて本当に良かったと思っています。過去の辛い経験や長い押し込めてきた思いが消えることは難しいかもしれません。でも苦しい日々があったからこそ今の幸せがあるのだと強く感じています。マー君と出会ってゆりやケンシロウ、そしてともくんと一緒に暮らせる今の生活が自分にとっての宝物です。そしてずっと叶えたかった家族同士の顔合わせが実現できたことに感謝の気持ちでいっぱいです。お母さんから受けた恩は一生かけても返しきれません。これからは喧嘩はほどほどにして自分らしく一生懸命大切な家族のマー君とゆりやとまと仲良く暮らしていくことを第一にお母さんに安心してもらえる姿を見せていきたいと思っています。お母さんも体に気をつけて困ったことがあれば頼りない自分ですがいつでも連絡してください。最後にお母さんの子供として生まれてきて本当に幸せです。いつもありがとう。そしたかよりありがとうございます。だからこれから生きていくのに、みんなに感謝して、はい、周りの人にみんな感謝して、マー君に一番感謝、向こうの親に感謝、それを忘れなかったら大丈夫です。はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。また帰ってきてくださいね。はい、はい、よしよし。ありがとう。いいよいいよ。やめましたか。鼻くそまで撮ってんの。お母さんが中すけんってこう撮ったよ。あなたね、家で解放された。解放。何それ。何それとか。ありがとうございました。前は。はい。ケイさんとちょっととしくんの悪口言ってた。なんで。